羽田空港第3ターミナルにやってきました。時刻はもうすぐ23時。これから夜行便で韓国ソウルに向かいます。というわけで皆さんこんばんは。実旅のお時間です。弾丸海外が十分に楽しめることで味を占めて第3弾。今回はアシアナ航空を使います。ブランド消滅まで時間の問題なので乗っておきたかった。行きは深夜1時30分発の OZ177 便、帰りはインチョンを21時10分に入れる OZ178 便です。実際に取ったチケットは往復でちょうど4万円くらいでした。チェジュ航空とかの LCC と比べると1万円くらい高いと思う。でも弾丸旅なので家から近い羽田空港からフライトがあるのを重視してアシアナにしました。ちなみに同じく羽田便を持っているピーチもアシアナとほぼ同じ値段だったら LCC のピーチよりはフルサービスキャリアのアシアナがいいかなと思いました。ピーチの方が帰りのフライトが1時間遅いので観光時間がその分長く取れるんですけどね。ANA はというと日帰りだと21万円っていう高すぎる料金設定。しかもフライトは今回僕が乗るアシアナ運航便です。だったら直接アシアナのウェブサイトから予約した方がいいよね。料金が5倍、16万円も違う。今回も荷物はリュック一つなので預け荷物はなし。カウンターは空いてますね。じゃあサクッと出国手続きをしちゃいましょう。最近この時間帯にここにいることがすごく多い気がする。アシアナはスターアライアンスだから ANA のラウンジが使えるのかな。ちなみにゲートは148番。今回も左端の方です。 SFC 市場を終えてからスターラ国際線に乗ってないから国際線の ANA ラウンジは初体験ですね。 ANA はダイヤモンド会員なのでスイートラウンジの方を使えるはず。23時30分で閉まるって書いてあったけど30分くらいは滞在できそうです。正面がスイートラウンジですね。なんと追い返されてしまいました。お前の席ねえからって。アシアナはティアットラウンジを使えと言われました。悲しい。 ANA ラウンジはお預けですね。前にいたタイ航空利用の人は入れてもらってたからアシアナがダメっぽい。まあでもこのティアットラウンジも使ったことなかったのでよしとしましょう。中はそんなに広くない。僕と同じように航空会社ラウンジから溢れた人が集まってるんでしょうか。でも意外とご飯はいろいろあります。お米とカレーがあったりカップ麺も何種類か、焼きそばと唐揚げ、おつまみ系もあるね。ビールサーバーは調整中。掃除の時間かな。ワインが冷えている。他にも焼酎、梅酒、ウイスキーとかお酒はある程度種類もありますね。コーヒーマシンも清掃中みたい。おむすび、パンも2種類あるね。あとはバニラアイス、ハーゲンダッツっぽいね。搭乗開始まではあと1時間弱あるので少しのんびりしてましょう。ちなみに韓国は入国カードを紙で出さずにオンラインで提出可能。入国の3日前から提出できるので事前にやっておいた方が現地でバタバタせずおすすめです。さてご飯はこの後機内食も出るので少し控えめ。明太おむすび1つ、あとバニラアイス。あと30分くらいで出発なのでゲートに向かいます。1時になりました。どうりで眠いわけだ。インチョン到着は4時の予定。そこからすぐ観光だから機内で寝ておかないとな。もう搭乗開始してるな。スターラゴールドは右側から並ばず入れるみたい。今日の席はこちら。
シートピッチはまあこんなもんでしょうか。 A321 ネオですね。エコノミーだけどイヤホンじゃなくてヘッドホンが置いてあります。これは加点要素ですね。機内 Wi-Fi もあるのかと思ったらインターネットにはつながってないみたい。機内エンタメを見るために使うらしい。今日はほぼ最後尾のエリアの席です。荷物の積み込みの様子が見えますね。スポットを出て動き出しました。実際に飛んでるのは2時間くらいなのであっという間ですね。ここはどこでしょうね。深夜だと街の明かりの形だけじゃよくわからん。時刻は2時半くらいです。こんな時間でも機内食がしっかり配られました。メインはソースカツ丼みたいな料理。これ後で編集で可能な限り明るくしてるんですが、実際はほぼ暗闇の中でご飯食べてます。編集だとこの暗さ。さすがにもうちょっと明かりをつけてくれてもいいんじゃないかな。他にはコチュジャンと卵豆腐にワッフルが入っていました。その後は特に何もなくインチョンに着陸。時刻は4時ちょい過ぎ。ゲートに到着したら隣に A380 がやってきました。こいつもいずれ大韓航空塗装に変わるんでしょうか。やっぱりでかい飛行機ってそれだけでかっこいいよね。機体は割と新しめの綺麗な飛行機でした。今回もイミグレまで結構歩かされてます。でも朝4時だから混雑はしてなさそうですね。無事入国完了。もうすぐ4時半ってところです。それでは行動開始です。といってもソウル行きの電車の始発まで1時間弱あります。ひとまず駅まで移動してその辺で休憩しながら今日の作戦を立てましょう。インチョン国際空港からソウル市内へは ALEX という電車で40分くらい。到着ロビーの一つ下のフロアから歩いて数分のところに駅があります。まだ人がいないターミナル内はちょっとだけ不気味な感じがします。普通列車とエクスプレスがありますが、このオレンジの方がエクスプレス。先にチケットを買っておきましょう。日本語表示もあります。ソウルまで1300円くらいですね。ソウル駅には6時に到着するようです。じゃあ近くのお店でちょっと時間を潰しましょうか。駅の周りにもファーストフードがあった気がしてたんだけど、この時間はやってないみたい。仕方ないから到着ロビーに戻ってお店を探します。フードコートもまだ開店前みたい。到着階にはロッテリアがありました。でも店内に肉の匂いが充満してたので他を当たります。結局さっき出てきたゲートすぐそばのホリーズコーヒーにします。端末でのセルフオーダーだから言葉の問題もなくて助かる。さて今日の観光ルートですが、ソウル駅からぐるっと時計回りに動いてみる予定です。まずはミョンドンの辺りで朝ごはんを食べて安国の辺りに移動。その後はソウルは2回目なので前回行けなかったところを回ってみる一日にしようかなと思います。もうすぐ電車の時間なので駅に移動します。カフェ休憩の間に今日の作戦は大体作れました。問題は体力が持つかですね。ソウルまでは43分。こ
ここからは30分おきくらいに電車があるみたい。出発まで1時間足止めかと思ったけど、ルート考えたり意外と有利な時間でしたね。ではいよいよ本当のスタートです。電車に乗り込みました。綺麗なシートだけどちょっと武骨。韓国は日本語の案内が結構多いのがありがたいですよね。いろいろあるけど仲良くありたい。成田空港からのスカイライナーみたいに割と田舎っぽい風景を抜けてソウルまで向かいます。今日のソウルは曇りなのかな。あんまり寝れてないのでリュックを抱えてちょっと眠ります。ソウル駅に到着しました。ミョンドンのあたりに行きたいのでバスターミナルに向かいます。韓国ではバスに乗ったことないのでちょっとドキドキする。バスターミナルは一番出口を出てあっち。ものすごい数のバスがいます。あの辺りに行って目当てのバスに飛び乗ります。乗るべきバスは Google マップで調べたら出てきました。支払いは前回買った T マネーカードを使います。まだ結構残額あるはず。Google マップに言われるがままに乗ったバスが本格シートのバスでちょっとびっくり。すごい遠くまで連れて行かれないよね。前回は気がつかなかったけどソウルは結構なバス社会みたいで、意識してみるとかなりの数のバスが走ってます。無事に目的の場所で降りることができました。ミョンドンのロッテ百貨店の前あたりです。バスは速くて安くて便利でした。あっちはロッテヤングプラザってやつみたい。朝ごはんのお店はもうすぐそこ。まだほとんどのお店はやってないんだけど、そこは朝からご飯を食べられるみたいです。明け方の繁華街特有の空気だ。目的のお店はこの細い路地の先にあります。ソルロンタンの専門店。お店の名前はミヨンソク。60年近い歴史はあるんだね。注文したら1分くらいで出てきました。なんか優しそうな味で朝ごはんにぴったりだね。これは塩コショウで味を調節して食べるみたい。これで12万ウォンなので1200円くらい。キムチを入れてもいいと読んだので、それも後で試してみよう。麺は細めのつるっとしたやつです。結構たくさん入っててボリューム満点。試しに角的を一つ入れてみました。せっかくの優しい味のスープだから個人的には別々に食べた方が好きかもしれない。ごちそうさまでした。ご飯もついてきたから思った以上に量が多かったですね。でも美味しかったです。ちなみにここがどれくらい路地裏かというとこんな感じ。ここで合ってるのか不安になるけど心配せず進んでみてください。路地裏だけど清掃な人がいて汚いって感じでもないしね。こうやって数十歩歩くとさっきの開けた通りに出ます。こんな感じ。
ちらはチョゲサ。日本語読み的には宗慶寺でしょうか。大韓仏教の最大派閥宗慶宗の総本山。門の前では改修工事が行われていました。朝からお参りしてる人がいます。お寺特有の静かで凛とした空気。地上には提灯がたくさん並んでいます。一つ一つに寄付をした人のお名前がぶら下がってるらしい。去年もあったから年中こうなのかと思ったけど、春だけのものみたい。すごく落ち着く雰囲気。ロンドンベーグルミュージアム。大人気のベーグル屋さんです。前回は昼間に来て大行列で諦めたんだけど、朝でもこの混み具合。受付で QR コードを読み込んで順番待ちをします。まだ10組も前にいる。待ってる人のためにお茶が用意されてるみたい。ブルーベリー&ストロベリー。どんどんお客さんが来て待機列は伸びる一方。あとどれくらいかかるんだろうな。ようやく店内に入れました。40分待ちくらいだった。どれもすごく美味しそう。悩むね。2時間くらい前にソルロンタンを食べたばっかりだし、ちょっと控えめに。でもどのベーグルも輝いて見えるよ。フィリングも種類が豊富。いろんなクリームチーズがある。アイスアメリカーノとトリュフベーグルにしました。サーモンのクリームチーズも追加。でもベーグルの中にもトリュフバターが塗ってあって、これだけでもうまい。そんでベーグルがふわもち。自分のベーグル史上一番美味しいかも。そこにさらにサーモンクリームものせちゃいます。合わせるとすごい濃厚な厚みのある味になって、これはこれでうまい。食感も香りも美味しい。クリームチーズはかなりたっぷりだから、ベーグル2個ぐらい食べてもよかったかも。美味しいものはあっという間になくなっちゃうね。ちなみにロンドンベーグルミュージアムから歩いて5分くらいのところには、こちらも大人気のオニオンっていうカフェがあります。両方行くとかなり胃袋は圧迫されると思うけど、オニオンもかなり雰囲気がいいのでおすすめです。トンデムンデザインプラザにやってきました。ミュージアムストアでお土産を探します。ミュージアムストアだけあっておしゃれ。ソウルっておしゃれな文房具とか雑貨が多い印象だけど、ここもいろいろ揃ってます。ビルマグネット、ビルオチョコ。子供たちにゆるステッカーを買うことにします。今度は電車で移動します。電車も T マネーカードで乗車できます。タッチするだけ。便利ですね。この丸い緑の環状線に乗って移動します。やってきたのはソンスエリア。アパレルとかカフェなんかがたくさんあります。自分の洋服とか妻のお土産とかを探してみる予定。
ハイブランドもあればインディペンデントなお店もあったりで、歩いてるだけでも楽しい。ここは目をつけてた雑貨屋さん。屋上に花が咲いてるパン屋。モコモコして可愛いね。ほんとおしゃれな店しかない。ここもベーカリーだね。だいぶ歩き回ったのでカフェ休憩にします。広々とした店内、お客さんでにぎわっています。トーストのセットにしました。このシーンっていうのが店名なのかな。ナッツと蜂蜜をかけて食べるみたい。まずはバターのみで。ナッツも乗せてみました。疲れた体にカロリーがしみるね。なぜかすごくトーストを押してくるカフェだったな。続いて立ち寄ったのはピョルマダン図書館。天井高くまで本が積まれているかっこいい図書館。実用性はどうなんだろうと思うけど、たくさんの観光客が見に来ていました。ピョルマダン図書館には5万冊もの蔵書があるみたいです。大きな窓から入ってくる光が綺麗ですね。再びバス移動。ナムサンタワーを目指しています。前回は遠くからちらっと見ただけだったから、今回は近づいてみます。とりあえずは Google マップが示す最寄りのバス停まで。バス停で降りたはいいけど不穏な気配がします。登山？ナムサンタワーまで920メートル。よくわかんないけど突然登山がスタートしました。9日前にも台湾で突然山登りさせられたばっかなんだけど、ちょっと見晴らしのいいところに行きたかっただけなんだけどな。なんで最近こんな目に遭うことが多いのかな。階段区間が終わって車道と合流しました。670メートル。まだ250メートルしか進んでないのか。かなり普通に山だな。待って。バスあるじゃん。あれ乗ってくればよかった。またバスが来たよ。でも下りのバスしかすれ違ってないね。上りはないのかな。そんなわけないか。山の上のバス停に着きました。15分くらい登山させられたな。もう帰りは絶対バスに乗ろう。こっちにタワーがあるみたいです。曇り空だしめっちゃ逆光のコンボ。さらには工事中のおまけ付き。でもまあせっかく登ってきたので展望台に行ってみましょう。確かに眺めは綺麗。遠くの方までよく見えます。下調べしなかったのが悪いんですけど、なんか不完全燃焼。事務官で登ってきたけど、これならこの時間をカフェ巡りでもしてたらよかったかもしれない。天気が良ければこんな綺麗なんだね。それにしても壁一面の落書きがすごい。それじゃあ帰りはバスを使います。なんて快適なんだ。
あっという間に降りてきました。道の反対にいるバスでソウル駅まで帰ります。10時間ぶりにソウル駅に帰ってきました。ぼちぼちいい時間になってきたので、そろそろ空港に向かおうと思います。でもその前に駅ビルでご飯にしましょう。食べてばっかりのサビだけど、韓国といえばグルメだもんね。この上には最近新しくなったフードコートがあります。このコネクトプレイスってとこですね。焼肉にします。お値段は3000円前後。率的にちょっと高めなのかな、わかんないけど。このタンホバク湿気っていうのも注文してみます。何なのかわからないけど、韓国のものっぽい気がする。付け合わせのものたちが出てきました。そしてこれがタンホバク湿気。オレンジジュースっぽい見た目をしている。これ正体はかぼちゃでした。くどくない甘さですっきり美味しい。すごいグツグツしている。こっちはご飯。お肉は骨付きのカルビ。骨の周りが一番美味しいらしいね。じゃあいただきましょう。ハサミも使いながらお肉を骨から剥がしていきます。一人で全部やると結構忙しい。いろんな付け合わせと一緒に食べていきます。ごちそうさまでした。登山で疲れた体に栄養を補給できた気がする。このフードコートは店のバリエーションも豊富だから、ソウル旅行の最後に食べ残したものを食べに来るのにちょうどいいね。じゃあ朝と同じように ALEX で空港に向かいましょう。帰りの飛行機の出発まであと4時間弱。次の電車まで30分待ち時間があります。ソウル駅には出国審査や手荷物の事前預け入れができる場所があります。でも正直こういうのって荷物がロストしそうで怖くて使ったことない。よっぽど大荷物だったらいいんだろうけどね。空港に到着しました。出発までは2時間半くらいです。オンラインチェックインしてあるんだけど、せっかくなので足穴のカウンターを見てみましょう。A から C のあたりみたい。スペースの都合なんだろうけど FSC のカウンターって端っこになりがちな気がする。先月インチョンから大韓航空で帰った時も一番奥にスカイパラオリティのカウンターがあったよね。こちらが足穴のプレミアムチェックインカウンターで、スターラゴールドは使えるんでしょうか。下に小さくスターアライアンスゴールドって書いてある。じゃあ今度はここでチェックインしてみよう。じゃあいよいよ出国ですね。出発まではあと2時間くらいあるのでラウンジに行ってみます。初めての足穴ラウンジ。ちなみに足穴ラウンジはいくつかあるけど、中はほとんど変わらないらしいです。3つある？搭乗ゲートに一番近いセントラルのラウンジに来てみました。中は結構広くて落ち着いた雰囲気。軽く食べてからシャワーを浴びたいと思います。サラダとフルーツ、パンとか温かい料理もありますね。
旅じゃなくても必要なものがちゃんと揃ってるって感じ。韓国なのでカップ麺も常備。シャワーはちょっと待つみたいで順番待ち中です。この間の JAL 資料で使う機会があった大韓航空と比べると、もう少し落ち着いた雰囲気をラウンジからもブランド体験全体からも感じます。大韓航空との統合が完了するとアシアナブランドもなくなってしまうのはちょっと残念。シャワーの順番が回ってきました。綺麗なブースです。ダブだ。引き出しにはアメニティが一通り入ってました。整髪料とかも用意されてる。1人20分以内らしいのでさっと浴びちゃいましょう。風呂上がりはお酒ですよね。いろんな種類が用意されてセルフでもらうスタイル。白ワインもよく冷えています。割り物にも使える炭酸も。これはビールかな。たまにあるそこからビールが湧き上がってくるやつ。これ最後にグラスを取るときが不安でならないんですよね。出発までちょうどあと1時間。確かゲートは歩いてすぐそこのエリアだったと思います。なんかちょっとお酒を飲んだら眠くなってきましたね。よく考えたら行きの飛行機でも1時間くらいしか寝ないでそのまま観光してたんでした。次のソウル日帰りは早朝便の方がいいかもしれない。ラウンジ内もだいぶ人が減ってきました。じゃあそろそろゲートに向かいましょう。インチョンはこの天井が高い開放感がいいですよね。多分あっちがゲートかな。飛行機に登場しました。帰りも A321 ネオです。今朝乗った飛行機と変わらないけどこんな感じです。結構お客さんいたから隣も乗ってくるかな。無事ここまでたどり着いた安心感で急に眠くなってきました。あっという間のソウル観光でしたね。でも弾丸でも外国の空気を吸えるとリフレッシュするね。いつものインチョンの夜景。あっという間に遠ざかっていきます。というわけで今回のソウル日帰り旅はここまで。弾丸でも十分楽しめることが分かったのと、飛行機は早朝便の方がいいかもというのが学びですね。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。Changing fast.